いつももう試合は自体はプロで、60戦以上やってますし、さあちゃん来てるんですか？さっきいらっしゃってました。あ、そうなんですか。はい、別々で来てるので。やべ、さあちゃん来てるって本当テンション上がりますね。本人はめちゃめちゃ気合入ってるらしいので。MMA、おっと女性が立っている。なんと久保の妻であるサラ夫人の生歌での入場です。僕はそのために試合上がるようなものなので、次もやってあげれるように勝ちますって言って。赤コーナーからザ MMA2 戦目レスラー太田忍の入場です。レディーファイト。さあ注目の第1ラウンド。いきなり前蹴り入りました。さあ注目の第1ラウンド。いきなり前蹴り入りました。歩きながらの前蹴りで、なんか MMA ではないようなまっすぐな前蹴りだったので反応しきれなくてクラッと揺れたんですけど、画面前蹴りバーンと打って早い段階から決めちゃおうと思ったんですけど、そこで効いたと思ってパンチで仕留めに行っちゃったんですよね。そこがちょっとダメだったんですね。そしてここ食いました。投げるかテイクダウンに行くか。倒しました。残り40。足1ラウンドの中に絡められた時にペッてひねっちゃって、それでちょっと立ち技の時にこっち体重いけなかったので、さあ倒しにちょっともうこれは太田選手のもうやりたいことをやるっていう感じになってます。そして肩固め入った。組んでしまえば本当にこっちのもんだと思ってたで、ずっと自分のペースで試合が進んだので息も上がることもなかったですし、練習した展開をただやっていたっていう。顔面へのパンド嫌がって腕を出したところ、これネックロックもタイプ差がどうか。首を狙いにいっている太田。ただ抜けたか。そして膝、さらに鉄槌パウンド。ここでゴング一緒だ。3対0で太田忍女子 MMA 初勝利を飾りました。決めたかった。しょうもない試合しました。マジでしょうもない試合した。決められるチャンスいっぱいあったのに。MMA って難しいなと思いました。でも倒すのは簡単でしょ。倒すのは大丈夫ですけど、からですね。あとはさ、荻窪さんのさ、試合見て勉強して、すごいの見せるから。勉強させていただきます。安定じゃダメだよ。一安心です。水飲むか。ありがとうございます。一番相性悪い相手にあそこまでできたんで。はい。最後投げようかなってやられてない。さん引いてて。俺止めちゃった。お疲れ様です。くそー。出てしまった。せっかくさ、ちょっと助けて。ごめんね、かっこいいと思ってなくて。終わり、このモード終わり。モチベーション逆に上げて落ち込むっていうじゃなくて、よし明日やから研究するぞってなるんですよ。ここで落ち込まない。すいませんでした。まだまだ今始まったばっか。負けても腐らずにせっかく頑張ったんで、結果出せるまで頑張ろうかなっていうのは思いますね。久保が勝つまで歌い続けます。
キックボクシングと MMA の二刀流だ。ノックアウトのクレイジーダイヤモンド鈴木千尋。世界の強豪と呼ばれるファイターたちと俺はこのキャリアの中でやってきた、そういったものを全て見せられる戦いを、進化を続ける競技、鈴木よ果たし合いをしようじゃないか。年齢差が16歳、新旧ストライカー同士の戦いとなります。今第1ラウンドのゴングが鳴らされました。最初距離感をちょっと見ながら、冷静に行こうと思ってたんですけど、煽り V 見たらこれ寝技いっちゃやばいなと思ってそこでもうよし打ち合おうと言ってやろうって感じで。さあこの試合からは川尻哲也さんにも解説に加わっていただきます。さあ積極的にいく鈴木、いきなり来ましたね。ジョージがここも13歳すごい。なんという出来事。鈴木が飛び込んだところカウンターでジョージが仕留めてみせました。左が入った。左手で若手の一刀両断。すごかったね今。ちょっと思ったよりはやっぱりその甘くないっすなかったっすね。そのキックみたいに最初からいけると思っちゃって、それがやっぱり総合は別種目なんで、ちょっと神がいてやり直すっすね。年は取っていくものですが、年取ることはかっこ悪いことじゃないです。階段切る。それ正しいか。はい。もう回復。走るな。ありがとうございました。まだ俺も最初に言ってた頃が多分同じぐらいの年で、でね本当に何回も失敗して、何回も悔し涙流して、本当に今日は本当にね点が味方しただけだと思う。本当に実力はある、すごいこれから格闘技を背負って立つ男だから、自分を本当に信じて、絶対いけるから。本当に今回決まりました。ありがとうございます。ありがとうございました。みんな喜んでました。おめでとうございます。すごい。チナ。荒木さん。叫んだもう。マジかっこいい。全てが完璧でした。マイクもかっこよかった。あれアメリカのボクサーの名前。体のことも考えて、よりナチュラルに近い体重で、格闘技やりたいなと思ってあげました。いつも通りの動きをして、倒して勝ちたいなと思ってますね。フェザー級はそんな甘くないぞって思ってますね。第2位フェザー級、そのタイトル戦線に風穴を開けるストライカー堀江義則、レバダキング。バンタムからフェザーへ階級転向初戦を迎えます佐々木ウルカです。佐々木ウルカか、迎え撃つ堀江義則か。左足前、オーソドックスの構えが堀江です。動きも右のミドルしちゃうような、左ミドル放ちながら左につなげた佐々木。確かに一撃が強いですよね、一打一打が。そうですね。さあこれ右を指していったのが佐々木ウルカ。プロになってからまだ1回もテイクダウンは取られたことないんで、そこで自信はあってって感じで、ただまだ、しかしひねりながら倒しきるか。バランスいい。後半のいい。高田さん当然倒れたくないですよね。倒れたくないですね。ここの攻防ですね、今日は。ここ大事ですね。肘、うわー、肘側頭部に入れる。やっぱ首がちょっと
やりきれなかったなっていうポイントで、それがもう本当何回か自分の中であったんで、そこが本当ちょっと悔しいですね。はい、もっと上下打ち分けて、なるほど、パンチも蹴りもね。今聞こえたようにボディ1つ出してきました。ボディフックもう1つだ。ストレートだボディに。ああ、いい手だ。右手で2つ入れた。これもそうだ。手ボディが効いたっすね、練習の、顔出しちゃダメなんですけど、本当は手効いたっつってやりました。フィジカル強いな。強いですね。反応もいいね。無駄な動きがない。パンチも非常にコンパクトです。よく見えています。ここもインド足流れる。打ってこいと、そしてワンツー左につなげた。ここで試合終了です。フェザー級の戦いは堀江義則、ライジンフェザー級タイトル戦線へ一つ階段を上りました。いやー、効いたな。これだ。いやだね、これはボロボロだ。これだね。頭痛いな。いけるかと思ってんねんな。しっかりね、ちょっと作り直して次のフェーザーでやりたいと思います。はい。練習の時からもう試合意識してめちゃくちゃしとったけど、そのままいけたね。ありがとうございました。左確かこっちの方だったと思います。こっちです。はい。ありがとうございます。会場で。そうですね。正直KO はしたかったんですけど、3ラウンド余裕を持ってずっと戦うことができて、その練習通りやれたっていう面では良かったなって思ってます。もう上の強い選手は絞られてはくるとは思うんですけど、そのステップアップできる相手とやりたいなっていうふうに思います。はい。意味がある相手と。緊張してわーってなってるけど、動きはいいね。緊張はしますよ。いつも通りで。でも倒しますよ。ライジン初の女子キックボクシングにやはりこの女王は欠かせない。プロ11戦全勝、無敗のノックアウトブラック女子チャコ級王者パンチャンリナが待望のライジン初登場。女子キック界のトップファイターが初参戦。元 NJKF ミネルヴァアトム級王者桃香。さあ始まりました。画面左パンチャンリナ、そして右桃香になります。この2人の初めてのライジン初めての女子キックボクシングの対戦です。よく試合見るんですよ。倉敷とか大阪とか地方なんですけれども、1ラウンドの最初の時にローキックが入って相手の足が流れたので、そこでコツコツ削っていこうっていう風に最初は考えてました。内田さん、ちょっとこのローキックもですね、かなり低いところですよね。これカーキックっぽいですよね。さあローキックからさらにこの2人のこの戦い方を見てるとですね、ダウンを取ってやろうという気持ちがですね、前面に出てますよね。そうですね。今綺麗に入りましたね。そして左桃香のパンチが当たっています。気持ちが強く来られる選手っていうのはもう最初から分かってたので、テクニックとか技術とかそういう面で完封したいと思ってたので、この15秒切ったところでまた近い距離になっていく。前に出るのはパンチャンリナ。押し負けない桃香。最後まで2人とも返していく。すごいですね。一と一とのぶつかり合いを見せています両者。さあ上がっていく。右のストレート上がっていく。最後までダウンを取っていこうというお互いの姿勢が出ました。赤パンチャン。パンチャンリナ30対29、赤パンチャン。3対0の安定勝利を収めました。パンチャンリーナ力みすぎだろ。力みすぎだね。めっちゃなかったら、でも実力がついてない。力みすぎても桃香先生にちゃんと勝てるようになった。いや勝ちはダメですよ。ライジンの舞台ですいません。本当に直してきます。顔大丈夫です。心が痛いです。それいらないですよ。おめでとう。見てたよ。やばくないですか？やばくないですか？緊張してたでしょちょっと。めっちゃ力んでた。3点。何点でした？ありがとうございます。
何点でした？いや、よかった。もっと頑張ります。リベンジが次は勝てたことが本当に次につながるので、そこは本当に今ほっとしてるんですけど、それだけじゃ広まらないと思うので、レイナ選手のような倒せる選手が出てくるとガラリと変わると思うので、そういう存在に自分がならなきゃ、自分ならできるとも思ってます。諦めてないです。おはようございます。当日のファイナルで、いやもうバッチリですよ。もう絶好調。皆さんお願いいたします。黒いですかね。黒いですね。仕上がってますね。勝てますね。黒いから。現 T プライド級王者、漆黒のヘラクレス、武田浩司、復活を遂げた男が次なる国内王者狩りへ。ブランニューヤチ君再始動。さあ始まりました。いきなり飛び込んできました。飛び膝行ったらそこにタックル合わせてきてくれて当たるかなっていうキッドさんと宮田さんの試合の影響もあってというか、そういうのも含めて飛び膝は狙ってました。最初から一番最初の飛び膝はちょっとペース握られちゃったかなと思いますけどね、あれ一発で多分これなったんですけど、こっち側が見えないんで今今日ももしかしたらバックステップを禁止されてるかもしれませんが、ラグレーだ。右入ったよ2つ。さあここでまた組みついてきました。今度は肘を相手の顔に押し付けて、さらにポジションを変えていきます。腕を狙ってます。アームロックですね。アームロックですね。さあここからアームロック。さあここで決まってカウントさせるが決まってアームロックに捉えていく。相手の頭は完全に固定している。俺よマジでも腕危なかった。あれ複雑な際の攻防からアームロック取られると思ってなかったんで、ちょっと焦りましたけど、下半身がまだ全然動いてたし、遊びがあったんで全然うまく逃げれました。左腕を抜いていこうという武田、しかし体勢を変えました。どうでしょうか。いや、一回危なかったんですけど、ここは外れました。そして立ち上がりました。頭のポジションをお互いに入れ替えていきました。さあここでボディーロック、外掛け。さあさらに腕を取るか、野球してアンバーを狙っていった。ちょっとずれてますね。肘ボコってなってたんで、ただその後頭が逃げちゃったんでダメでしたけど、いやできるよってやってなかっただけです。視界が悪いから、ちょっと目が腫れてますからね、武田の方は。おっと右だ、左から右、武田浩司の右目ですけれども腫れています。さあしかしその武田は今距離を潰して左を差していきました。また体をおっときた、やはりこれですね。攻防の膝がやっぱ的確な効いてるんですかね。そういうことですね。組に関しては全然僕4つも自信あったんで、組の展開になってもいいだろうっていう感じで臨んでました。言われたことができてなかったなっていう感じです。宮先生に前だろって言われたんですけど、下がりながらも自分の距離で戦えてるのは八千選手だと思います。左のストレートを放っていきました。顔を振っていく武田浩司、そして足もしっかりと当てていきましたが、ここでゴングが鳴らされました。ガッツポーズを見せました重介です。見事成し遂げました3対0、ユナニマスデシジョン、勝利を収めました。一つ一つ場面場面でしっかりと技術を出して勝ち切る、これがブランニューヤチクです。いやマイク何も考えないでどん詰めにしたよ。ほっとしてます、でやろうとしたこと場面場面ではしっかり出せたんで、そこは一つ成長というか収穫かなと。これからもうちょっと味付けをしないと、サトシ選手だったりその強い外人にはまだ勝てないと思うので、ここからですね。うちでは一番前強くなってるんだな。一時自分腐ってられないから、今日ちょっと落ち込んで、明日休んでまたやればいい。ノリさん、キッドさんが昨日で3回忌というか丸3年経って、で翌日今日試合で勝ちをしっかり見せてよかったと思います。これがブランデーです。まだまだ続く To be continued。
お互い長くやってきてるんで、うちらにしかできない試合をしたいっていうのもありますし、やっぱなんかもうこの日が来たんだなってちょっと感慨深いというかそういう気持ちがやっぱ今一番大きいですよね。自分がずっとやってきたことをたくさんの人に見てもらえることが嬉しいんで楽しみです。ここで死んでいいって思える試合をしたいっていう、突破なからぶっ倒しに行きたいと思います。生き様さらす仁義なき女の戦い、埼玉市東編。誰かが言った、昭和のプロレスラーみたいなやつ、それが国の恵美。さあ親方、笑って殴り合おうぜ。大臣女子スーパー同期王者鉄腕浜ちゃん、浜崎彩香。なぜ戦うのか、それは格闘家としてリスペクトしているからこそ、強さを認めているからこそ。向き合った時からなんか浜ちゃんの気持ちもすごいひしひしと感じてて、やろうよっていう。でかいし、ムキムキだし、ゴツゴツだし、強そうだなって思いましたさあ第1ラウンドが始まりました。殴り合わないと見えてこない、その切なさの向こう側、2人が拳を合わせます。ワンツー、ボディから左フックにつなげた、またスイッチします。また戻した、右足前サウスポーです浜崎。左足前のオーソドックスが藤野恵美です。ガツガツ前に来るし、打撃をもらっても下がらないっていうのはやっぱり、昔からそうなんで。下から攻めろと言います。右入れた、今度は浜崎の方です。わーっと一つまた右入れましたね。右、これ左また入れました浜崎。ボクシングの乃木ジョージ先生に左狙えば当たるからっていうふうに練習してちょいちょい出せました。自分がやろう3つ。ガードがあんまり上手くないし、パンチを見えるタイプは大事なので、5発もらって20発返すっていうタイプだから、もうちょっと手数を出そうかっていうふうなことは伝えたんですけど、試合間的にちょっと空いちゃったんで、ちょっと出るタイミングとかちょっとできなかったのがあったんですけど、浜崎選手の方がパンチは見えてる感じですよね、相手の。入れました、ボディ来た、今度は藤野。腹から攻めるっていうのが作戦でしたね。いや本当に組みに来ないんだなと思いましたちょっと足も動きで反応がいい。右入れた、効いた、初めてか。膝が一瞬沈んだ。KO どころかダウンさえ喫したことがないという藤野恵美です。右入れた、藤野渾身の右。さあ近いぞ、残りが2分切りました。最終ラウンドです。笑ってますね。浜崎選手笑ってる、笑ってる、笑顔になってるよ。浜崎が笑ってる、殴り合いを楽しんでるね。浜崎選手笑った時に楽しいんだなってすごい、彼女と試合できて楽しいし嬉しいなっていうのがすごい出てきて、今まであんまなかったんですけど、打ち合いが楽しくなって、打ち合おうって思っちゃいました、途中から。うわ右届いた。いや浜崎の血を吹き出してる。お互い流血、顔面真っ赤に血に染めて、浜崎と藤野行くいけ、楽しみ。お前らにはこれできないよ。さあ最後は抱擁します、浜崎彩香と藤野恵美。赤浜崎、予定勝者浜崎。2人に拍手だね。まさに埼玉スーパーアリーナから拍手が2人に送られます。悔しいよって言われたんで、またやろうとは言いました。親方と試合が決まってから、正直ちょっと夏の気持ちもあったんですけど、なんて言っていいか分かんないんですけど、親方と試合ができてすごい良かったです。ありがとうございました。やっぱいろいろ思い出したというか、そうですね、親方とも仲がいいんで、いろいろ感情が込み上げちゃいました。いやー、それなかった。あんなに鈍ってるから、やっぱ試合が。さすがチャンピオンの写真撮ろう。9年前みたいな。
何のテイクダウンかな。私こっちは打ち合おうって言ったじゃん。違う最初いきなりテイクダウン来るかもしれないで最後なってたんだよ。めっちゃ警戒したの。確かに。めっちゃアムロック対策やってるの何にも来ねえな。そうなんだ。これに殴り合って3ラウンド目で決めに来るんだろうなって思ったから。こうかなって思ったんです本当に。したけど全く来ねえなと思って。楽しくやってた。笑い出したらこれもう絶対来る気ないなと思って。あこれ縦に切る。これか。じゃあ上だ。どっちか。上だよ。みんないますよ。お疲れ様です。ありがとうございます。ビデオできますか？できますか？いつまで？やめれないですよ。いやそろそろ戦える場所があるんだったら、あと試合見てもらえるんだったら、どこでも別に誰とでもやりたいなって思ってます。チャンピオンベルト持ってるんで、しっかり防衛し続けて若い人たちの選手の壁になっていければいいなと思います。ありがとうございました。また近々。